じゃあ今日も始めていきます。今日は今の状況とどうしたらいいかを考えるということで話をしていきたいと思います。皆さんご存知の通り、相場がだだ下がりな状況です。まあ、一旦戻してはいるんですけれども、依然株価、金融市場というのは混乱した状態にあります。どうしてこんなことになっているのかっていうのと、じゃあ今後どうしたらいいのかっていうのと、この混乱が収まった後っていうのは世の中どんな風になっていくのかなっていうのをちょっと話してみたいと思います。私の考えです。ですね、まず一番最初に、世界経済の混乱の原因、金融市場の混乱を含めてなんですけれども、2つあると思っております。1つが、病気の流行ですね。もう言わずと知れた、中国から発症している、病気です。これによって何が起こっているかというと、感染を広げないということで人と物の移動を制限するという措置を各国政府は今取っている状況です。主要国は、アメリカ、ヨーロッパをはじめ日本、他のアジアの諸国も、次々に人や、一部物もそうでしょうねの制限を、かけております。それは飛行機ですとか、鉄道までは至ってないんでしょうけど、政府によってはそういうところもあるかと思います。人から人への感染っていうのが、こんな状況を巻き起こしているので、とにかく人が密集するところに出向かないで、そもそも密集するような建物っていうか、場所、そういう状況場を作らないというようなことを今、必死でみんなやってる、やろうとしているような状況です。日本も昨日、安倍首相が急遽というかもう前々からアナウンスはされてましたけれども宣言を発しました。実質的にですね禁止、やっちゃいけません、やってしまうと罰則が与えられますよっていうものではないんですけれども、要請お願いを日本国としては出しております。他のヨーロッパ諸国ではそういった、外出をしたりだとか集会を開いたりだとかっていうことに関して、守らなかった場合は罰則があったりとかっていう非常に厳しい制限をかけているという国もあるいは、地域もあります。ただ日本の場合はそこまで厳しいものではなくお願いにお願いをするというような状況でございます。そういった、人の移動ですとか、集会ですとか、会合、これはもう貿易も含んでしまいますよね。でイベント、ショッピングなんか、人が集まるようなところには行かないというような制限が課されるため、経済が縮小していきます。経済活動が縮小していきます。これが一つで、二つ目、原油価格の下落ですね。これはですね OPEC って石油輸出国機構っていうアソシエーション、集まりがあるんですけれども、
そこで、ですね、中東諸国、中東産油諸国が、構成メンバーであるんですけども、それプラスロシア、OPEC プラスロシアで、会合を持った時に、アメリカと中国の貿易戦争、関税合戦なんかがあって、非常に中国の生産活動っていうのが縮小しているという状況で、原油の需要、石油の需要っていうのも減ってきてるわけです。そうですね、中国の生産能力っていうのが、落ちてきてるというような状況にある中、原油価格っていうのは低迷しております。ずっと、これは貿易戦争がある前から100ドルを超えてた原油価格っていうのが50ドル前後で推移してたんですけれども、今回、先々月でしたっけ、サウジアラビアを中心とした OPEC とロシアの会合があったんですけれども、その時に、減産しようよと、みんなたくさん生産して輸出すると市場に原油が出回りすぎて需要供給過多になってしまって価格が下がるでしょうと。でこういったアメリカと中国の貿易戦争もあって中国の需要っていうのもだいぶ減ってきてる中、これ以上下がっちゃ困るよねということで減産しましょうよっていう話し合いをしようとしてたところ、ロシアがいやいやうちは大変なんですと、減産なんかしちゃ、経済持ちませんと言いますか、経済に、悪影響を与えますと、ロシアのですね。ご存知の通りロシアっていうのは石油を輸出するっていうのは産業の大きな柱の一つとなってますので、困るわけです。非常に困るわけです。減産するということに合意するということは。ですからそこで対立があったんですね。でこの会合物別れに終わったんですけれども、その後サウジアラビアが一転うちも増産しますと宣言したわけです。で世界というか市場ははってなっていきなり石油を売り始めたわけです。50ドル台で推移してた原油が一時は20ドル飛び台ぐらいになって、もうこれ20ドル切るんじゃないかっていうようなところも来たんですけれども、今現在、昨日今日の時点では26ドル台で推移しています。一旦27ドルとか28ドルぐらい27ドルぐらいまでは戻してたんですけれども、今日の時点では26ドル台、昨日今日の時点では26ドル台で推移しているというような状況にあります。需要が減る方向なのに、供給が過剰になるっていう懸念と、石油の価格が下がってしまうと他のものやサービスの価格っていうのも下落するわけです。例えば、石油以外の、なんて言いますかね、貴金属ですとか、生産物で、サービスですね、そういったものも下落していきます。どうしてかというと、石油っていうのはあらゆるもの、あらゆる生産活動に不可欠でいろんなものに使われてるわけですね。機械を動かそうと思えば電気が必要になる。で電気を起こそうと思えば、火力発電なりで、電力を賄わないといけない。それは石炭を燃やしたり原子力エネルギーを燃やしたりとかってすることもありますけれども、水力もありますけれども、やっぱ、石油を燃やすということで、電気を作るというのはある一定の割合であるわけです。
それですとか石油製品ですね。服ですとか、繊維には化学繊維って言って、石油を原材料に作っているものもありますし、プラスチック製品ですね。いろんなナイロンだとかビニールだとか、そういった石油化学製品っていうのがあります。そういったもので世界のものは、生産されているわけです。ですから原油の価格が減ると他の商品にも影響を与えると、他の商品やサービスにも影響を与えるということなんですね。この病気の流行と、原油価格の下落、この2点が今回の騒動混乱の原因を大きく乱暴に分けちゃうとこういうことかなというふうに思っています。で、2つ目、その結果起こっていることですね。これはもういろんなテレビニュースと見てもらってても皆さんご存知だと思うんですけれども、金融市場、株式市場は混乱しております。それによっていろんな株式ですとか、社債だとか国債だとか、いろんな公債ですね、公債とか社債が売られ、金をはじめとした、いろんな貴金属、商品で、これさっきも言いましたけど社債ですねを、売って、何より現金にしておこうという動きが加速しました。それによってあらゆるものが下がりました。有事のドル買いだとか、有事の金を買う、有事の時は金を買うとかドルを買うとかっていうのがずっと昔から言われてきてたんですけれども、これ金まで売られましたからね。こんな有事だというのに金まで売られました。あらゆる商品が市場で売却され現金化されたということになったわけです。で、現金といっても基軸通貨のドルですね。世界中のあらゆる貿易に関して、ドルで決済されることがほとんどです。非常に、ドル以外の基軸通貨、これはヨーロッパのユーロで、3つ目が、日本の円で、4つ目が、イギリスポンドで、5つ目がスイスフラン、この5つが、乱暴に分けるとこの5つが、世界の基軸通貨、純基軸通貨、ドルが圧倒的ですね。ドルがもう圧倒的ナンバーワンの通貨です。で、先ほど挙げた、4つの通貨っていうのは、世界の基軸通貨の一つ、純基軸通貨とも言われます。こういったものをハードカレンシーって言います。カレンシーって通貨のことですね。カレンシーで、ハードっていうのは強い通貨、基軸通貨ですね。基軸通貨ですね。アクシス、あれは数軸か、数軸それ全然関係ないんですけどね。基軸通貨の基軸です。それで現金に買い始めたと、みんなで一旦その収まっ
ってる状況だと思います。現況は一旦現金に変えれるものは変えて、ちょっと止まってるかなっていうところですかね。で相場のなんていうか、それでですね、3つ目、この混乱の見通しがつかないと、このまんまずるずるどうなんのかなっていうような状況が続くと、今後起こると想定されることを挙げてみます。挙げてみるって言っても1個ですけど、これはもう誰もが想定しているという、企業、家計、そして政府の資金繰りが悪化するということです。企業っていうのは企業ですね。お勤めされている方は会社、自分で事業やってる方の会社、大企業で中小企業で、個人、そうですね、個人事業もそう入れてもいいでしょう。そして家計っていうのは一人一人ですね。個々人のお家、ご家庭の資金繰りで、政府ですね、国、政府で、これがずっと続く、何か収束の目処がつけばですね、それに向けてみんな動き出すので、現況が悪くても経済は回っていくんですけれども、これが先の見通しが続かない、だらだらこのままいってしまうと、さらに持ってるものを現金に変えるということが起こって、やっぱり株式市場の暴落っていうのも続いていくと。で経済の見通しも立たないので、さらに売り込まれると、株式市場はですね。で物も売り込まれるという状況です。で必要最低限に、生産活動に必要な商品類、鉄だとかいろんな石油石炭とかっていうのは売買がありますけれども、他の、金融商品に関しては一切売り尽くされていくというような状況になると思われます。でここに、どういう現象が現出するかというと、信用収縮が起こるわけです。信用収縮ですね。信用が縮んでいきます。信用が縮みますよという状況が発生するということです。信用収縮というのはですね、ですね、なんと言ったらいいんですかね。信用によって、商売が成り立っているっていう面が現在の企業活動の中では大きいわけです。それがないと経済は、大きくなっていかないと言っても過言ではないと思います。この信用の拡大、信用がないと経済は、急速に大きくならないというか、資本主義社会は成り立ちづらいと言った方がいいと思います。信用というのは、こういう計画があって、こういうふうな利益が得られると思うから、こういうものに投資したいと、ついてはお金を貸してくれと。でお金を貸す人が商売なりをする人にお金を貸すと。でその人を信用してお金を貸すと。で返済が月々いくらだとかいうような一定の利子を乗せてお金を貸すと。で
返し終わったら、きちんと履行できたということで、新たにまた信用を供与する、お金を貸すことができる、より多くのお金を貸すことができるというような積み重ねで経済活動が少しずつ大きくなっていくというのが資本主義の社会だと思ってください。ちょっと説明しづらいんですけれども、こういった、個々人というかちっちゃい単位の取引から、大企業がやってるでっかい商売も含めて、これを全部含めて資本主義の社会が動いてると、信用によって動いてるということが言えると思います。でその信用が収縮する、こうやって資金繰りが悪くなったりだとか、商売の先行きが見通せないと、ついてはお金の返済ができなくなりつつある、できそうにないとなると、お金を貸してる人っていうのは早期に回収したいと思うもので、返してくださいと、もうすぐ耳を揃えて返してくださいというのか、リスケジュールをしてリスケをしてもうちょっと返済期間を長くしましょうだとか、もうこんだけはもうしょうがないやって言って、もう半分でいいから返してくださいよっていうスケジュールを組むのか、貸してっていうのは回収にかかります。そうするとそういう動きというのをこれも乱暴に言うんですけども、信用の収縮というわけです。信用収縮がまさに始まると、これも本当大変な状況になります。今はその信用収縮を起こさないために、各国政府が、ちょっと後の次にちょっとお話ししますけれども、お金をガンと市場につぎ込もうとしているわけです。でその話です。4番目、その信用収縮への対応ですね。1、各国の中央銀行による政策金利の引き下げ。これは、前もちょっとお話ししましたけれども、中央銀行がお金を発券します。お金を刷ります。印刷します。そして、市中にある銀行、いわゆるいろんな都市銀行だとか地方銀行、信用金庫、信用組合、そういったところですね。そういったところにお金を貸すわけなんですけども、その金利の上げ下げをして景気の調整をしているという機能を持ってるんですけども、中央銀行というのはここから話しないとあれなんですかね。中央銀行が各市中の銀行にお金を貸すにあたって、やっぱり利息をつけて貸したり、利息を上げて貸したり下げて貸したりとかっていう調節を行っているわけです。景気が過熱しすぎてくると、貸し出す金利も少しずつ上げていくんです。で景気が悪くなると思ったら、通常こんだけで貸してる、こんだけの金利で出してるものを、金利をちょっとずつ下げてあげるわけです。景気が悪くなるとですね。で金利を下げてあげるとお金が借りやすくなるから、借りたい人っていうのは楽になるわけじゃないですか。ですからお金が回ると、循環すると、世の中に循環しやすくなるので、金利を下げて貸してあげるとかいうような調節機能っていうのがあるんですけども、金利を下げる、今世の中不透明、世の中っていいますか、こういった混乱で不透明になっているので、できるだけお金を借りやすい状況にすると、破綻が起きないようにするということで、各国の中央銀行が政策金利を引き下げました。これが1点で、2つ目、
で今度は、それだけでは足らないと判断しているので、次に政府による、各国の政府による、財政出動、いわゆる現金を直接市場に流し込むということを今実施しています。市場に直接お金を流し込むというのは、例えば国債を発行して、お金を作って、それを、各企業なり、銀行なり企業なりに、政府が需要を作って、政府が需要を作るというのは、例えば公共のインフラ、橋を作ったりとか、道路を作ったりだとか、トンネルを掘ったりだとか、いろんな港湾を整備したり、港とかですね、高速鉄道を整備したりだとか、そういった事業を政府が自ら発注して、でそれで、仕事を作る、需要を作るわけですね。経済の需要を作るわけです。そういったことが、国としての財政出動になります。もちろん直接国民に1人当たり10何万給付しますとか、事業主100万だとか30万だとか、この間昨日か言ってましたけどね、そういったことでお金を直接企業や家計に流し込むというようなことです。これが財政出動って言います。財政政策って言いますよね。そういった政策を、それを世界の政府は、発表しました。先々週米国が議会で承認された案っていうのは、日本円でいうと220兆円、アメリカ合衆国の GDP、 年間の GDP っていうのは2200億ごめんなさい2200兆なんですけれども、220兆円の財政出動を決めました。だいたい 10% ぐらいですね。 GDP の年間の GDP の 10% を財政出動します。お金をつぎ込みますと、新しい需要を市場に提供しますということを発表しました。でドイツ、イギリスも同じようなちょっと政策はいろいろ違いますけれども、その程度の財政出動をやりますと。で日本は最初和牛券とかお魚券、お寿司券とかマスク2枚とかですね、とかいろいろ迷走してましたけれども、きちんと108兆円財政出動しますと。ただしその中の給付っていうのは直接現金というか、お金をあげますというのを給付って言います。それは6兆円なんですね。ですから108兆円って言ったら日本の GDP って500兆ぐらいなんですけれども、だいたい 20% ぐらい、 GDP の 20% ぐらい、これはアメリカ合衆国やヨーロッパのドイツ、イギリスの 10% に比べてみると目の玉飛び出すほどの大きな割合なんですが、実際に給付の金額っていうのはたった6兆円しかないんですね。たった6兆円、 1. 何%ですよ GDP の。で翻って合衆国やドイツ、イギリスに関しましては10% を給付ではないですけれども、1% よりはるかに大きい割合でお金をつぎ込むわけです。お金をばらまくわけです。ばらまくっていうと言葉ね、乱暴ですけど悪いですけど、日本は非常に弱いと言わざるを得ない政策を今打ち出しております。そして、
これは本当俯瞰してみると、世界全体を広く眺めてみると、世界の GDP っていうのは2017年の IMF の統計より拾ってきた数字なんですけれども、世界の GDP っていうのは日本円に直して8580兆円あります。で、このパニックをその財政的にというか、経済活動の何%をお金をつぎ込めば止まるかって考えたときに、今主要国が発表している財政出動の合計金額だけを見てもですね、300、400、500兆ぐらいなんじゃないかなというふうな感じですね。そうですね、500兆。ただ、GDP が8580兆円ある中で、1ヶ月全く GDP が全く世界が生産活動というか生存活動ですね、その活動するのを一切やめたとして、1ヶ月分の GDP っていうのは715兆なんですね。今世界の主要国が打ち出している GDP、財政出動の金額500兆円ぐらいだから、1ヶ月止める、全く生産活動を止めるのに1ヶ月716兆なんですけれども、世界の主要国が決めた財政出動の金額っていうのは500兆ぐらいなんじゃないかと。これは私の推計です。私がいろんな国を集めたわけじゃないんですけれども、500兆ぐらいじゃないかと推定すると、1ヶ月分にも満たないというような状況です。この騒ぎがいつ収束するのかっていうのを考えると、1ヶ月で大丈夫なのかなっていう思いはあります。だから世界の金融市場もなかなか下げ止まりを見せないだとか、乱高下を繰り返すだとか、安定しない状況になっているというのは、みんなこれで大丈夫なのかと思ってるからこういうことになっているということなんじゃないかなと思ってます。ただし一旦は、こんだけつぎ込んどけば、どうだろうってみんな市場はちょっと止まってるというか、こっから売り急ぐ向きで売り込む向きっていうのも今のところちょっと静観してるかなと。こっからまだ売ろうか、売り込んでやろう、空売りで売り込んでやろうって思ってる勢力っていうのは一旦止まってるような気がします。なんとなく。はい。それで、5つ目、市場の反応です。これも今話したような話ですけれども、4月7日の時点、ニューヨークダウは、2200、22,653ドルで引けてます。2万ドル割れたところからだいぶ戻しましたよね。一旦は反発してます。各国のね、財政出動なんかも見たりとか、もう一つですね、ちょっとこれさっきも話した通りですね、この病気とか騒ぎが長期化した場合、これで大丈夫なのかっていう思いもあって今静観している状況かなと。で、この3月26日は反発したが、27日は938
8ドル下げている。これは3月の時点での話なんですけれども、これはアメリカが財政出動を決めた時の話なんですけれども、一旦は上がったんですけれども、また下げたと。1000ドル近く下げたっていうのは、やっぱりまだ不安だという市場の表れじゃないかなというふうに思ってます。で、5つ目。で、病気について。中国に始まり、ウーハン、武漢から始まり、全世界に広がりましたと思われます。で、通常の認識からすると、ウイルスっていうのは通常の認識からすると、高温であり多湿になると感染しづらくなるっていう傾向があります。これはどうしてかというと、空気なんかが乾燥すると、ウイルス内の水分っていうのが蒸発して空気中に、浮遊しやすくなるので、冬の、乾燥したような時期っていうのは、インフルエンザなりが流行するっていう傾向にあるということみたいですね。で、通常感染しにくくなる傾向はありますよね。そういう意味では夏に向かって春から夏にかけて、ですが、インドやタイ、シンガポールなどという、気温が高くて、湿度のあるような地域でも発症している。で、インドなんかはね、もういち早く全土封鎖しましたよね。で、収束の見通しが立っておりませんと。ただ、最近の報道によると、ニューヨークやイタリア、スペインでの感染者数の増加は、鈍化の傾向、横ばいの傾向が見られるというようなことが発表されています。ですから多少相場も反発してきているという状況ですね。で、このまま沈静化していくのかどうなのかっていうのはまだ見極めないといけないという状況です。それともう一つ、原油のことを言ってませんでしたけども、原油に関して、トランプ大統領がツイッターで、サウジアラビアとロシアの対立に関してはいい方向に向かうんじゃないかとつぶやいたんですね。で、それもちょっと反発の材料の一つになって原油が上げていったんですけども、20ドル台から、27ドル台まで、28ドルまでいったのかな、まで一旦上がったりしてます。で、その、サウジと、ロシアの話し合いっていうのが明日9日の日に会議が設けられて、合意するんじゃないか、合意してもらいたいっていう観測が市場からは流れていると、そんな感じですかね。ここまでが現況ですね。で、いろいろ想定されること、これからちょっと話していきます。これが見通しがつかない、ずるずるこんな状況が続くとなると、不動産市況が危なくなってくるというふうに思います。もうすでに、リート、不動産投資信託っていうのがあるんですけども、いろんな不動産の案件を集めた、投資信託っていうのがあるんですね。それがもう大暴落ですね。だだ下がりだったんですけども、ちょっと今反発しているような状況ではあります。あとホテルリートっていうのもあるんですね。ホテルの不動産投資信託、これもいろんなホテルの物件を集めた、投資信託なんですけども、これもだだ下がり、めちゃめちゃ安くなってました。ちょっと最近相場が良くなって反発してるので、
持ち直してますけれども、依然どうなるか分かんない状況ですね。東京オリンピックが中止されたっていうのもありますので、それを目当てにしたホテルもう新築ラッシュだったんですけれども、しかもまたこれから竣工するホテルってたくさんあるんですけれども、これどうすんのって話なんですね。来年の7月にオリンピックが延期にはされはしましたけれども、その間需要あんのかって話なんですよね。このコロナ騒ぎが長引けば宿泊するお客さんいないわけなんですよね。でどうなるかって話なんですよ。ですからこれ売るにも売れないと、で泊まってくれる人もいないという状況になるので、どうすんのこれっていうことになるということが想定されます。これ建設業も一緒ですね。建設業も、その需要を目論んでお客様に建てましょうと、土地を活用しましょうよ、資産活用しましょうよということでディベロッパーは進めてきてたんですけども、ゼネコンもですね、ちょっと良くないかなというふうに思います。で不動産の市況が悪くなると本格的に全部経済が回らなくなるという状態になります。いや本当に怖い状況になるかなということです。そしてじゃあどうすればいいのかっていう話ですね。どうなると持ち直すのかを考えるとですね、一つは収束する見通しが立つことですよね。ワクチンが、量産化、実用化できて量産化できるということの目処が立つだとか、症状を緩和させるような薬っていうのができるか、もうこれの報道ですね。株式市場はこういった報道が出たらパーンとまた上がる、一旦はパンと上がるでしょうね。で2つ目、世界の GDP の、これ本当私の勘なんですけれども、本当は2ヶ月分でいいんじゃないかなと思うんですけど、3ヶ月分ぐらい財政出動するっていうような、2100兆円こんなこと無理でしょうけれども、もうちょっと財政出動するというような話が出るのか、出れば、流れは変わるでしょうね。であと、これらの、行動を制限するような状況になってきているのであれば、公共のサービスをやっぱり止めないといけない。経済活動が行われない対価っていうのはやっぱ何らか国としても払わないといけない。それは給付、直接お金を配ることなのか、需要をもっとたくさん創出するのか、もしくは減税ですね。税を減らす、減税が一番効くと思いますね。直接的に手取りから減っていくものがなくなる、減る分が少なくなるとなると、非常に実感しやすいのは減税ですね。みんなが実感しやすい、企業も家計もそれを実感しやすいっていうのは減税だと思います。例えば消費税を 5% に引き戻すとか 0% にするとか、一時的にでもですね、いうようなことを考えるのか、そうですね、これはあれだな、抜本的に税制をちょっとね、この時期に見直すとかですね、それはいろんな、なんていうんですかね、控除がいっぱいありすぎて分かんないんですね、日本の税制っていうのは。俺も詳しいわけじゃないんですけども、ちょっと税制に関してはまた改めてやりたいなと思いますけれども、
いうようなことが必要かなと思います。そしてこれはコロナウイルス云々ではないんですけれども、今後世の中はどうなるかってなると、本当にいろんなところに出向かなくてよくなるんじゃないっていう予感がみんなしてきてますよね。会社に行かなくても通勤しなくてもいいんじゃないとか、学校に通学しなくてもいいんじゃないとか、そもそも人混みの中ショッピングモールまで買い物に行かなくてもいいんじゃないですね。これはその産業に従事されている方に対して非常に挑戦的な話なんですけれども、別に決してそうなってほしいとか言ってるわけじゃないので、そうなる可能性が出てくるんじゃないかっていうことですね。いろんなね、リモートワークだとか、ネットショッピングがさらに浸透していくのか、そうなるとオフィスの需要っていうのも多少減退していくんじゃないかとかですね。でいろんな不動産に対する需要っていうのの過熱がちょっと収まっていくんじゃないかとかですね。となると、そういった出向くことが出向く機会が少なくなるというと、交通手段っていうのの需要の減っていうのも考えられると。いろんな鉄道類ですとかバス、自家用車も含めてですね、こういった移動手段の縮小が始まるのではないかと、の始まりじゃないかなというふうにも考えられるわけです。どうでしょうか。世の中の現状をちょっと考察してみました。相場はいろいろ見る位置からすればですね、いろんな発想でこれが買えるんじゃないかとか、これは持ってると危険だなとか、いろいろ考えを巡らせることができて、非常に面白いかなと。でいろんな人の考え方を聞くとさらに楽しいなというふうに思います。相場がこんな状況でですね、相場一本で食べてる人なんかっていうのも本当大変だろうなとは思いますし、サラリーマンをしてやってる人であっても、これは常に相場を見られてるわけじゃないので、大きくやられてる人もたくさんいると思います。ですからそうですね、なかなか儲けてる人っていうのはやっぱ少ないんじゃないかなとは思いますね。売って担ぎ上げられて、買って下げてボコボコにされると、往復ビンタ食らってるっていう人もたくさんいると思います。それが大半じゃないかなとは思います。相場っていうのは本当想定してなかったことっていうのが突然起こりますから、でまさかトレンドがそうなるってみんな思ってないので、常に何があってもいいような、ポジションというか、その措置を取っておくっていうのが本当に大切だなと、こういう時に改めて実感させられるということですね。はい、じゃあ今日はこんなところで終わりたいと思います。ご視聴誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録してください。で、いいね、グッドボタンも押してもらえると非常に嬉しいです。それでは終わります。ちょっとこれ上げて